地球の皆さんこんにちは。自分の黒歴史たまに思い出して一人で叫ぶ。どうも月くんと申します。今日の動画はウルトラマンティガの黒歴史と呼んでいいのか悪いのか、ティガダークについての動画です。闇の三巨人についての動画は過去に公開していますので、奇跡的に気が向いた方はぜひそちらもチェックお願いします。最新作のウルトラマントリガーにもどうやらトリガーダークが登場するようですので、事前にティガダークのことを復習して違いを楽しみましょう。チャンネル登録をしてくれたらカミーラとカルミラから情熱的な無知のお仕置きをプレゼントします。まずティガダークというのは何なんだ、誰なんだ、どこ中出身なんだというのを軽く説明していきます。ティガダークはネオフロンティアスペースにいたウルトラマンティガ、マドカ大悟と一体化したティガの昔の姿です。ティガの偽物とかではなくてグレてた頃の本人です。この超かっこいい姿で普通に昔は大暴れしていました。よくファンの間では黒歴史だなんて言ってネタにされてたりするんですけど、ファイナルオデッセイ劇場版ですよね。劇場版に出てきた闇の三巨人とつるんで悪さをしていた頃の姿です。もしウルトラマンティガが現代の僕たちが住む地球に来たら、過去を掘り返され倒して SNS で袋叩きにされそうですよね。重要なのはやらかした後にどうしたかとか、今現在のその人はどうなのかとかで、そこで判断できるような人間になりたいですよね。話がそれましたが、ティガダークはティガ本人で一時期グレていた時があったということです。ティガが昔グレてたことを知ってたのか知らなかったのかはわからないんですけど、ヒリエルビトがティガこそが悪魔って言ってたのもあながち間違いではなかったということですね。ちなみにティガダークがどこ中出身かは分かりません。はい、続いては現在までに分かっているティガダークの人生、経歴、休日の過ごし方について解説していきます。そもそも一時的にティガダークになったとはいうものの、ティガダーク、ティガなのか、ティガダーク、ティガなのかって話なんですけど、これはティガダーク、ティガが正しいです。たまにティガダークがウルトラマンティガの本来の姿だと勘違いしてしまう方もいるみたいなんですけど、本来の姿はウルトラマンティガの姿です。ティガダークが誕生した大まかな流れは、めっちゃ昔超古代文明が栄えていた時代に、地球は古代怪獣や宇宙人や闇の勢力とかいろんな脅威にさらされていて、そこに宇宙から光がやってきて巨人となって地球を守ってくれたとされていて、闇との戦いの中でティガを含む4人の巨人が闇の心にとらわれて闇の巨人となってしまったというのが流れです。その後巨人同士の争いに発展して多くの犠牲者が出ています。闇の巨人がさらに増えたのか、光の巨人の姿のままですけど闇の巨人に賛同する者たちがたくさん現れたのかは不明ですけど、巨人同士の争いって戦いの規模やばそうなんで、この頃の地球人は生きた心地しなかったでしょうね。でもティガだけはユザレのおかげで光の心を取り戻して元々の光の巨人の姿に戻ります。この時なぜティガだけだったのかはわからないですけど、ユザレグッジョブですよね。そして残りの3人は3000万年もの長い間変なポーズで封印されていました。この時3人を倒さずに封印で済ませているのもそれで精一杯だったのか、ワンチャン公正を願っていたのか気になるところですよね。そしてその巨人同士の戦争が原因で古代文明は滅びたことに劇場版ではなってるんですけど、本編の45話永遠の命では超古代植物ギジェラが原因的なことになっていて、いや矛盾しとるやないかいって突っ込むファンも多いんですよ。ゲツくんも高校時代めっちゃ同じこと思ってました。でもこれって解釈次第で別に矛盾しないと思うんですよ。例えばお付き合いをしている男女がいたとして、ああ性格が合わないからもう別れようって思っていた時に相手の浮気が発覚して別れました。これ別れた原因って性格の不一致でもあれば相手の浮気でもあると思うんですよ。これみたいな感じですよきっと。巨人たちの戦争でほぼ崩壊していた文明がギジラの出現によってとどめを刺されたとか、もしくはその逆ですとか、そういう風に考えるのが自然かと思います。時系列的には巨人同士のいざこざが最初のような気がしますけど、明確にこっちが先だという情報は今のところなかったはずです。なんならこの2つの理由の他にさらにまた別の違う理由があるかもしれないんで、いろいろ重なっての超古代文明の崩壊だと思います。ちょっと話がそれましたけど、ウルトラマンティガは光から一回闇に落ちてティガダークとなって
その後ユザレの力によって光に戻って、その時の仲間3人は封印されて、その3000万年後に戦うことになるといった流れです。はい、そんなティガダーク本人についてもう少しだけ掘り下げます。皆さん、ティガダークの強さってどれぐらいだと思いますか？劇場版のティガダークは光線技も使ってないし、ティガブラストやティガトルネードを経てマルチタイプの姿に戻っている流れとかを見ても、本来のティガよりもかなり弱いイメージがついてると思うんですよね。実際公式設定のスペックでもティガに大きく劣っています。でもかつては闇の4巨人の中で最強だったっていう設定もあるんですよ。多分グレてた頃は普通にめちゃめちゃ強くて、劇場版のティガダークは変身者のマドカ大悟が闇落ちしきってなかったから完全じゃなかったんでしょうね。もし大悟が完全に闇落ちしてティガダーク本来の強さが戻っていたら、どんぐらい強かったのかとか、どんな必殺技を打つのかとか、いろいろと気になることが多いですけど、もしそうなっていたら世界の破滅だったんで、大悟が強い心を持ってくれていてよかったですね。でももし闇の4巨人が勝っていたら、その後ネオフロンティアスペースは闇の4巨人対グランスフィアの戦いになっていたのか。見てー。ちなみにティガ関連の作品以外では、無印のウルトラマン銀河でウルトラマンティガのスパークドールズをダークライブ、闇の力でライブしたバージョンのティガダークも登場しています。文字通りのティガの黒歴史ことティガダークについていろいろ話してきましたけど、月くんの黒歴史は高校時代に友達がいなさすぎて、俗に言う便所飯をリアルに経験したことです。しかもその時まだ便所飯って言葉はなかったはずですので、月くんがパイオニア、初代便所飯マンと考えていただいて差し支えないと思います。そんなやつの動画をここまで見ていただいて本当にありがとうございました。それではまた次の動画で。さよなら。